きか。皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。今年もソン・シギョンさんのファンミーティング10月に参戦してまいりまして、今回は感想を語るトーク会でございます。今年は10月の1日に大阪公演、翌日2日に東京公演が行われたんですね。この時期韓国はチュソクの連休だったんですよね。チュソクというのは日本でいうお盆休みみたいな期間なんですが、今年は祝日とくっつけて9月末から10月の頭までなんと6連休だったそうなんですね。韓国の連休の時期に日本に来て公演をしてくださるなんてね、ファンとしては本当にありがたいですが、シギョンさん働きすぎなんじゃないかなとちょっとね心配にもなりました。私は10月1日の大阪公演に行ってまいりました。今年は松下 IMP ホールという会場で開催されたんですが、私は JR 環状線の京橋駅から行ったんですけどね、結構駅周辺が複雑で普通に迷いまして、結局タクシーに乗って会場に連れて行ってもらいました。全然ね歩ける距離だったんですけどね。で、大阪公演も会場は満席で大盛況でしたよね。最初はドラマ星から来たあなたの OST ノエモドゥンスンガン、君のすべての瞬間という曲を歌いながらシギョンさんが登場されてですね、この歌声だったなと、もうシギョンさんの歌声が全身にじんわり染み入ってきて、もう私は早速1曲目から涙しておりました私は去年11月に名古屋で行われた韓国フェスティバルでシギョンさんの生歌を聞いたのが最後だったので、約1年ぶりにシギョンさんの歌声を直接拝聴いたしまして、やはり本当に響きが美しかったですね。ちなみになんと今年も名古屋の韓国フェスティバルにシギョンさんが出演されるので、お近くにお住まいの方はぜひ見に行ってください。もう強くおすすめいたします。これね、観覧無料のイベントなんですよ。で、私はまさか2年連続シギョンさんが出演されるとは思わなくて、実はもうそのタイミングで韓国に行くことを決めていたので、今回の名古屋はちょっと参戦できないんですが、またね、ツイッターとかX とかでファンの方の投稿を楽しみにすることとします。今回のファンミーティングでは11月22日に発表される新曲も含め、日本語の曲も3曲歌ってくださいました。大阪では鼓動は届くという曲を歌ってくださって、私はこの曲が大好きなのでとても嬉しかったです。歌詞の世界がロマンチックで、シギョンさんの甘い優しい歌い方とよく合うと思うんですよね。シギョンさんが韓国語の歌詞では鼓動は届くよとかいう表現はあまりしないというふうにおっしゃっていましたが、正直日本語でもそんなにありふれた表現ではないと思うんですよね。で、この曲の作詞をしたのは久保田洋二さんという作詞家兼ミュージシャンの方なんですが、この方はジャニーズ今社会的に問題になっている会社で、ちょっと社名も変わるっていうようなニュースもあるんですけれども、スマップ、嵐、V6、関ジャニ∞などのねアイドルグループの楽曲の作詞をたくさんしている方なんですよ。だから世界がロマンチックなのかなと思ったんですけれども、鼓動は届くという曲の出だしは、誰かを好きになると動き出す胸に小さな時計があるという歌詞から始まるんですけれど、胸の鼓動と時計の針の動きをかけているわけですよね。そしてその伏線がサビの最後の部分の歌詞、大切な1秒が積み重なっていくよ2人に、小さくても確かに打つ鼓動は届くよという部分で回収されてるわけですよ。すごく全体のまとまりが良くて美しい歌詞だなと思って聴いていた曲なので、今回シギョンさんの生歌で聴くことができてとても嬉しかったです。そして今年11月22日に発表される新アルバムからは、沈黙の音色という曲とタイトルトラックのこんなに君をの2曲を歌ってくださいました。
こんなに君をの方は作詞が松井五郎さん、作曲がサイさんなんですね。もうこのお二人が作った曲がシギョンさんのボーカルで奏でられるっていう時点でもうめちゃくちゃ胸熱ですよね。もう私歴史的瞬間に立ち会ってるような気分でしたよ。もう松井五郎さんもサイさんもね大好きなアーティストです。この曲はシンプルなメロディーのバラード曲で、こんなに君をという言葉がねストレートに伝わってくるような楽曲でした。最後はシギョンさんの響きの大きさを生かしたダイナミックな熱唱で素晴らしかったですね。やはり大きい声とか圧倒的な声量っていうのはもうそれだけで込み上げるものがあるなと思いました。歌はもちろん最高なんですが、シギョンさんはトークも面白いので、ファンミーティングはたくさんお話をしてくださるのも魅力なんですよね。大阪公演では最初のトークでね、大阪何年ぶりですかねっておっしゃってていや去年もあったしみたいな、去年も来てくれたじゃんみたいな感じでね、観客のみんなが突っ込んだら、脳が腐ってるのかなって早速自虐発言をしていらっしゃったのが印象的でした。でも外国語で自虐言ってるんですからね、もうそれが言えてる時点で脳は相当しっかり働いてると思って私は笑ってしまいましたね。そして事前にファンの方から募集したメッセージをシギョンさんが読み上げて、それに答えていくというコーナーがあるんですが、今年も日本語のメッセージをスラスラと読み上げていらっしゃってすごかったですね。大阪では友人関係の悩みや家族間の悩みなど人生相談のような内容もあって、それにシギョンさんが答える場面もあったんですけどね、真剣にアドバイスをした後にふと我に返って、ファンミって本来こういうもんですっけみたいになってたのが面白かったですね。シギョンさんが日本語を話しているのをもう何度も聞いてるので慣れてきちゃうんですけど、外国語で自分の意見を瞬時に組み立てて話してるわけですから、台本もなしであれだけね外国語で的確なトークができるっていうのは本当にすごいと思いましたね。私が特に心に残った言葉は、韓国語を勉強してトピック2級に合格しましたというファンからのメッセージに対して、シギョンさんが相手の言葉を学ぶことは最高の愛情表現ですよとおっしゃっていたことですね。私はその言葉を聞いた時にすごい涙が出てきて、で確かに私も韓国バラードが好きで、好きという気持ちをエネルギーに言葉を学んでいるんですけれども、もうその時点で愛情表現なんだなと思ってなんか感動したんですよね。私は普段の診療の中でも外国人の患者さんを診察する機会が結構多いんですよ。大阪って結構ね外国人の方も多いんですね。で日本語が全く話せない患者さんもいて、そうすると大抵通訳さんが一緒に来てくれるので、通訳の方を介して診察するんですね。ですると私は通訳さんに質問をするし、患者さんも通訳さんの方に答えるので、なんかもう通訳さんの方ばっかりお互い見てるみたいな感じになって、で私と患者さんが直接向き合って話す時間がないんですよ。でもちろん診察の内容を間違って伝わってはいけないので、通訳さんに入ってもらうことはとっても重要なんですけど、ある日ふとね、私は誰の診察をしてるんだろうなって思ったことがあって、でそれでこんにちはとさようならっていう言葉だけでも患者さんの母国の言葉で言ってみようと思ったんですね。で診察の直前に Google で調べて言うようにしてみたんですよ。でベトナム語とかロシア語、スペイン語、最近はね手話とかも覚えました。でそしたらやっぱり患者さんがねすっごく笑顔になってくれるんですよね。でこれ別に診察の前に1分調べればできることですし、挨拶だけでもね患者さんと直接話したらいいなと思って実践してたんですけれども、このシギョンさんの最高の愛情表現という言葉を聞いてね、なんかね報われた気持ちがしました。患者さんに対して愛情表現っていうのはちょっと大げさなんですけれども、挨拶だけでもねきっと気持ちは伝わってるんだろうなというふうに思いましたね。そして技術面で最も素晴らしかったのはアカペラコーナーだと思います。あれは本当に至福の時間でしたね。ファンの方から募集したシギョンさんの楽曲へのエピソードを紹介しつつ、そこで挙げられている曲をシギョンさんがアカペラでワンフレーズ歌ってくれるというね神コーナーがあったわけですよ。東京でもねこれは同じようにされたみたいですね。大阪では歌うたいのバラッド、ヒジェ、トゥサラム2人、
の3曲を歌ってくださいました。私は学生時代にね、斉藤和義さん大好きで、この歌うたいのバラッドはよくカバーしていた曲だったんですけれど、最初の歌詞の部分がね、ああ歌うことは難しいことじゃないっていうね始まりですけど、この曲ねもうこの時点で難しいんですよ。このフレーズだけで歌うことはっていういろんな方向にね声出したりとかね、気をつけることがいっぱいあるんですけどって常々思っていた曲でした本当に頭を空っぽにして歌える時が来るんですかねという疑問があるような曲ですが、それは置いておきますけれども、以前の放送でもシギョンさんはすごいパワーを持っていながらパワーだけに頼ることなく繊細なコントロールで勝負できる歌手なんですよっていうことをお話ししたことがありますが、アカペラで聞くとより声の方向づけとか響き、音色の繊細な変化がしっかり聞き取れて素晴らしかったですね。ただレベルが高すぎてねちょっと参考にはならなかったですよ。というか技術を学ぼうと思って私も聞いてたんですけど、つい聞き惚れてしまってあんまり勉強はできなかったですね作曲家のキム・ヒョンソク先生が、シギョンさんは肺の容量が普通の人の2倍あるから声半分息半分と混ぜながら優しい響きで歌えるんだということをおっしゃっていたんですけれども、アカペラで歌ってらっしゃる時とかですね、マックスの声量を10としたら多分ね4以内ぐらいの声の大きさだったと思うんですよね。でもその中で息を混ぜながら繊細な表現ができるからこそ多分長く歌っても声が枯れないんだと思います。声帯って表面が粘膜でデリケートなものなので、いくら体が強い人でもねずっと声張り上げてたらやっぱり限界が来ると思うんですよね。でこのあたりは歌手生命の長さにも影響しているように思います。なんできっとシギョンさんはねこれからも長く歌ってくださる歌手だと思いますね。もうそのパワーじゃないところで勝負できるっていうのはやっぱり大きいと思います。このコーナーでヒジェのメッセージを送っていたファンの方が、今後キーを下げてもいいから歌い続けてほしいっておっしゃっていたのが印象的でした。すごくその歌と歌詞を愛していることが伝わるメッセージだなと思ったんですよね。年を重ねてもし声が出なくなってもずっとあなたの歌声でこの曲が聴きたいですっていう意味だと思うので、すごくねいいメッセージだと思いましたね。で大阪公演はちょうど2時間ぐらいの公演時間だったんですよ。もうあっという間でした。これはねあれですよ、短くて不満だったっていう意味じゃないんですけれども、やっぱり夢のような時間っていうのは過ぎるのが早いですよね。でこれから日本でも韓国でも新曲が発表されますので、きっと日本でのコンサートも開催されると信じております。また近いうちにシギョンさんの歌声が聞きたいですよね。そんなわけで今回は2023年のソン・シギョンさんのファンミーティングに参戦した感想ということで感想会をお届けいたしました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK